こんにちは、色塗り堂でございます。今日はですね、これ何かと言いますと、ネイルアート用のシリコンブラシです。で、これですね、ペンテルの水彩絵の具で塗り絵をしようと思って、細かいところなかなか難しいんですね。なのでネイルね、こんな小さいところに描くものだったら、今日のそういうブラシだったらいけるんじゃないかと思うことで、これ5本セット購入いたしました。はい。で、使ってみたらですね、やっぱり細かいとこが楽々なんです。で、私は結局、この形、わかるかな。この形、斜めになってて、手から見ると三角。だからこの先で細かいところ、点も打てるし、柔らかいのでちょっとよくもできる。で、このところで平塗りもできる。あんまり平塗りには使わないんですけど、もできると。でこうするとちょっと太めの線も描けるし、出れば、これをね、こう立てれば細線も描けると。なかなかね、いいんですよ。こっち側の裏側を使って、ドットとか、ことが、できないわけじゃないんですけど、こっちでこと足りるかなって感じです。はい。とても良かったんですよ。例えば、普通にね、水をそこそこ使って、水彩絵の具だったり、透明水彩を塗るのには、これは全く適してないんですよ。絵の具がここにつかないので、でも、透明水彩だったり、こういうね、学童用の水彩絵の具を不透明水彩みたいに水をあまり使わずに使うとき活躍いたします。はい。で、これでですね、最近出ました新作かなこれ。ヨハンナ・バスフォードの塗り絵の時間。これを、塗ってみましたということでございます。で、これはね、これは5本セットで、Amazon で570円弱ぐらいでした。ただ、どうなんでしょう。これ1本でよかったけど、これだけってなかなか探すの難しいかなと思ってはいます。そんなにネイルアートやったり、プラモデルみたいなものを塗ったりするわけではなくて、あくまでも水彩なので、そんなに傷まないんじゃないかなと期待しているところですね。これ、すごくいいのがですね、この
ブラシをね、綺麗にするのがめちゃくちゃ楽なんですよ。ティッシュペーパーを濡らしておく。使い捨てのパレットですね。こっちがツルツルしてる。例えばこうなるじゃないですか。これを濡れたブラシでだけでもう綺麗になっちゃうんですね。なんか筆洗いでちょっとやってからの方がもっと簡単に。筆洗いなくても綺麗になる。これめっちゃ便利なんですよ。今ティッシュでやりましたけど、これをですね、コットンに水を含ませると、ほんとコットンの使用量が少なくて済みます。透明水彩結構ね、大変なのが、手洗いちょっと時間がかかるんですね。絵の具をそのまま、ほぼ水なしで使うために、溶くのに、水の量がね、手を洗うのに水の量が必要になってきちゃう。で、そこがこれだと、すぐに、綺麗に。で、次の色に移れる。ただね、さっきも言いましたけど、水でかなり薄めた色は、救えないので、出ないですね。透明水彩的に使うということはですね、絵の具を薄めるよりも、ぼかしたりするときも、白を使って、グラデーション作って、ぼかしていくって感じなので、それにもこれは活躍します。白で細い線を入れて、少し薄い色になっていく感じにしたり、あるいは、この平たいところで、しっかり混ぜたりして、だんだんぼかしていったりことができるので、ただ、広い面には向かないですね。あくまでも狭いところ。早速、塗り絵でございます。本当はこれ、この本は、最近買ってもらった水彩筆ペン、呉竹のペグで塗っていこうかなと思ってたんですけれども、やはりですね、こういう
細かい図案だと、どうしてもその筆だとはみ出たりすることがありますし、あとここがこう滲んでいるように、そのままこう筆使ってこう濃く何度も塗ろうとすると、こういうことが起きちゃう裏に。で、一つには、だからそうですね。これは背景はそのジグの呉竹のリアルブラッシュですね。クリーンカラー。で、これを塗って、クリーンカリアルブラッシュの中のブレンダーでぼかしていったって感じですね、ほとんどが。この辺は実は、絵の具を使ってます。で、これはこれ左側のこのページなんですけど、それをコピーしたもの。それにこう、背景は、ペンテルの藍色かなを使って、こう水で筆で薄めた感じですね。ぼかしは筆で。こういう細かいところはこれを使いました。で、白なんですけど、ほとんどこれを使ってますけれど、細い線。どこかな？葉っぱに使うんだ。極細線。かな？ところに実は極細線をちょっと使ったりする。で、そうですね。時々は、それはね、ペン、フルベインのアクリリックインクのチタニウムホワイト。なんでしょう。いわゆるホワイト、インクだったり、言いたい方は使えばよろしいかと思うんですが、これはね、普通の、だから、漫画とか、カリグラフィーとかに使うような、こういうペン先変えられるペンですね。この形、私はいろいろあるんですけど、スクールペンだとかカブラペンだとか、これが一般的によく使われる G ペンというやつですね。これを使って細い線を描いてます。絵の具できるかなと思って試したんですけど、ちょっと厳しかったです。ちなみについて固まっちゃった時は、インクがね、ついて固まっちゃった時は、あれです。ネイルクリーナ
アセトン。私はアセトンのやつを使ってますけど、それで綺麗になります。で、こんな感じで、すごく派手っていうか、こう、濃い色で、パキッとした色合いで、華やかに、塗りたい方には、本当は、油性色鉛筆がいいんですけれど、どうしてもね、腱鞘炎とか、いろいろ年を取ると出てくるんですね。今私は腱鞘炎、持病なんですけれど、腱鞘炎がちょっと良くないので、こういう風に、絵の具を使って塗り絵をするというのをやってます。で、色鉛筆の時は、私は、もともとカリスマカラーというか、プリズマカラー、柔らかくて発色のいいものを使ってたんですが、そうするとどうしても透明水彩だと、物足りないので、こういうペンテル、ホルベインの不透明水彩が本当は欲しかったんですけれど、どうしてもね、お値段の関係でペンテルを使ってます。子供の頃から使ってきたので、使いやすいっていうのがあります。はい。十分、これ全部ね、ペンテルなんですよ。これは、さっきの G ペンも使ってません。はい。代わりにこうね、黒線そのまま活かしてたり。ね、これ一本です。もちろん、こう、ちょっとね、はっきりしないところでたりはしちゃうんですけれども、もうちょっと根気よくやればね、もっと綺麗にできるんだとは思うんですが、とりあえず、はい。この程度のことは、ということでございます。では、この中で、これ塗った動画がありますので、他のところの方が良かったかなと思うけど、これしか撮ってなかったので、この動画をご覧ください。はい。
かがでしたでしょうか。先日、ダイソーさんの100円の塗り絵を、ペンテルさんの水彩絵の具で塗る動画出したんですけれども、結構ね、大柄の絵だったので、こちらは塗りやすいんですけどね。これがあれば、ネイルアート用のシリコンブラシ、小さいやつですね。これがあれば、ジョハンナ・バスフォード、何の作品も塗れちゃうぞという。もちろん不透明水彩でもいいんですけど、そういう、だからペンション円などなどで色鉛筆が買えなくなっても、色鉛筆塗るのが辛くなっても、まだ諦める必要はないということでございます。はい。それでは、この動画が良かったと思われましたら、ぜひぜひ登録の方お願いいたします。それではまた。